こんにちは、アイボンです。本日はたまごっちがまだ育っていないので、また手芸棒をやろうと思います。今回のチャレンジは7月11日発売のトロピカルアイランドをイメージした私なりのカスタムたまごっちを作りたいと思います。今まで数々のカスタムをチャレンジしましたよね。最初はクリアパーツを自分で緑に染めて制作しました。今思えばね、あれ一番簡単で時間がかからなかったので、難易度を2ぐらいに分類しましょうか。子供がやるには親御さんが一緒についている必要があるので2にします。でも私みたいに火を使わずにポットのお湯でやっても大丈夫なんじゃないかと今になって思ってます。ですので簡単の方に分類してみました。前回やったこちらのネイルグッズだけでできるデコは難易度3です。簡単なんですけどレジンの取り扱いも大人と一緒にやってほしいので難易度は上げておきました。シール貼るのはめちゃ簡単なのでレジンだけ注意が必要ということで難易度3にしてあります。今回はレベル上げちゃいますよ。塗装にチャレンジしてみます。とは言ってもお外でやるようなスプレーが必要なわけではありませんのでご安心ください。今回はこちらのアクリル絵の具で塗っていきます。できるかどうかはやってみないとわからないんですけど、このツルツルボディだと絵の具が乗らない可能性がありますので、ジェミちゃんに相談してアドバイスもらいました。じゃん！こちらマルチプライマーです。ホームセンターの塗装コーナーにありました。これじゃなくてもプラスチックに着色したい時に使うプライマーなら何でも OK です。プラスチックが対象かどうかはこちらの注意書きを読んでくださいね。これはミルクペイント用でアクリル絵の具用のプライマーではなかったので、一応保険としてもう一つ買いました。こちら、ジェッソです。これはアクリル絵の具を買える画材屋さんとかに置いてます。絵の具の発色を良くするためにキャンパスとかに塗る下地みたいなものです。1層目にプライマー、2層目にジェッソを塗って乾かした後にアクリルペイントをしていきたいと思います。こんな小さなものに慣れない筆で細かい絵が描けるかというと無理ですので、誰でもできるようにこのアクリル絵の具で背景の色だけ塗って、これが乾いたらこちらのネイルシールを使ってトロピカルなお花や鳥さんなどを貼り付けていこうと思ってます。使うかわかんないけどホログラムも用意しました。それでは早速やっていきましょう。それでは本来この子はペンキみたいにハケで塗るんですけど、小さきキャンパスが対象になりますので、汚れてもいいような平筆で塗っていきたいと思います。ではマルチプライマーをよーく振って薄く伸ばしていきます。で、あくまで外側しか塗りません。組み立てた時にね、パーツに干渉すると困るので、内側は塗らずに外側だけを塗ります。ちょっと塗りすぎちゃったからこっちに液体を移動。薄く塗った方がいいね。やっぱ薄くちゃんと塗らないと、薄く塗るのがコツでしたわ。たっぷりつけすぎちゃった。脇は干渉したら困るので、ティッシュや綿棒で拭き取ります。こういうところは塗らないと。ネジ穴とかに入っちゃった時は綿棒で拭き取ります。この内側は絶対塗らないでくださいね。もし塗っちゃったらこんな感じで拭き取ってください。こうやってよーく混ぜたら、しっかりプライマーをしごいて液体を取って薄付きにするとうまく塗れます。こういう作業大好きなんだよね。なんだろう。癒される。ほこりとかはあらかじめ取ってほしいんですけど、もしついちゃったらプライマーが乾く前にこうやってこすってください。この真ん中の部分はこの一周するここだけしか塗りません。中側は一切塗らないです。これ案外早く乾きそう。はい、できました。では20分ぐらいこれで乾かして、指で触ってもつかなくなったら2層目を塗っていこうと思います。お待ちください。2、3分ですぐ乾いたんですけど、念のため10分は置きました。現在北海道気温24度。湿度が全然なくてね、過ごしやすい日なんですよね。なので乾いたんだと思います。では2層目塗っていきます。プライマーといえどこれもペンキなんで、皆さん筆は一回一回洗ってくださいね。カッチコチになっちゃいますんでね。で、よーく水気を切って2層目塗っていきます。テリテリ感がついた気がする。こういう部分は塗らないです。やっぱりね、回らなくなると困るので、蓋のここは色塗らないようにします。
なるべく同じ方向にこうやってハケで塗るようにすると、アクリル絵の具で色をつけた時に楽だと思います。最初に分厚く塗っちゃった方はなんか厚みが出てるのがわかりますね。これは薄く塗装した方がいいってことがわかりますね。ツヤンツヤンになった。はい、2層目塗り終わりました。ではこれは完全に乾かします。見た感じはツルツルなんですけど、触るとザラザラしてて、このままアクリル絵の具塗っても大丈夫そうな勢いです。ただね、私がこれ全部ピンクじゃなくて蓋とかダイヤルが白いんですよね。で、トロピカルモデルで白い部分を使いたかったわけではないので、ジェッソで全部白くしちゃおうと思います。ダイヤルは本当に慎重に水分を全部取る勢いでこさえて、ここだけ塗ります。見えるかな？ここ以外塗るのは本当に危険です。ダイヤルがボタンを押せなくなっちゃうからね。では、乾くまでお待ちください。はい。では続いて、このジェッソ塗りをやっていきます。正直ね、ジェッソなくても絵の具つきそうです。これが手に入らない人はこのまま塗っても大丈夫そうな気がします。でも一応私は塗りますね。これせめて昨日の夜からやっておくべきでしたわ。ジェッソの完全乾燥時間72時間もかかるらしいです。で、塗ってみて、伸びが悪かったら水もつけようかな。でも大丈夫そう。水で薄めなくても伸びも大丈夫そうですね。これも薄く塗ってきます。プライマーが綺麗に塗れてないとシミみたいなのできちゃうな。プライマーが一番大事かも。でもすごいマットになりましたね。手間かかるけどこの作業をやったら色塗りうまくいきそう。これ手間はかかるけど手間暇かけた方が綺麗に塗れそうな気がしますね。で、塗りムラができないように均一にね、塗ってあげるのがコツです。こんな感じです。やば。この指で持った部分後回しにしたらムラになっちゃった。なんだろう、忙しい時ほどこういうのやると癒されるわ。脳みそ詰まってる時にこういうのやるといいですよ。結構あっという間に乾くかも。で、一度塗りではムラができちゃいそうなので二度塗りしたいと思います。二度塗りが終わりました。ムラになっちゃったとこ乾いてからもう一回塗ります。これも二度塗り終わり。この辺はね、納得いくまで重ねたらいいと思いますね。はい、二度塗りが終わりました。では、ここから乾かしていきますので、もう少しお待ちください。はい。では、いよいよ色塗りをしていきますよ。ここからは、アクリル絵の具と筆を使って背景を描いていきます。私の中の南国イメージは夕日なんですよね。日本の夕日は赤とかオレンジとかを想像するけど、南国の夕日はピンクや紫など淡い色で海とのコントラストが綺麗なイメージなんですよ。行ったことないけど。なので、ターコイズブルーの海と夕日を描いていきたいと思います。簡単に言ったけど、そこまでの画力ないくせに本当にできるかな？何事もチャレンジということでやってみたいと思います。まずはターコイズブルーの空を作ろう。フタロブルー、アクアブルー。黄色もいるんじゃないかな。ちょっと緑が多かった。ホワイトも一応入れとこう。この辺かな。試しに塗ってみましょう。濃いな。濃い。結構濃いわ。結構濃いね。取れた上手じゃないので、もう適当に塗っていきます。トン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 って感じ。これ色重ねたらうまくいくかな？この水分含ませた筆で塗ってからスポンジとかで叩いて、ちょっとまだら感を出していきます。どうかな？
もう適当に塗っちゃいますね、この辺は。なんかね、こんな感じで油絵描くようにこう色を重ねていきます。青だったり緑だったり。結構適当ですね。濃すぎたらスポンジで叩く。なんかいろんな色混ざった方が可愛く見える気がするので、こんな風にしてみます。では続いてピンク塗ります。すごい適当に塗ってるな。本当に大丈夫かな、これ。激しすぎたか。ちょっと気に入らなかったところ上からクリーム色を塗っていきました。乾いたのでまた上から塗っていきます。はい、電池切れてました。やばい。ちょっと細かく描きすぎたかな。これ夕日だって伝わる？夕日に、ヤシの木ちょっと大きく描いてみました。伝わるかな？後ろこんな感じで、こうですね。では、いよいよこれにネイルシールを貼っていきたいと思います。こういうのを選んできたので、どうしようかな。鳥さんつけたい、鳥さん。てか、派手に描きすぎてなんかだよね。シール下の方だけにしとくか。シール貼りやすいようにここちょっと調整します。変になっちゃったけど、ここに緑を塗って緑のシールを貼りたいと思います。派手なね。わかんないかな、鳥さん。
裏の方がさりげないな。ここちょっとやりすぎたかな。はい、これで完成にします。それでは組み立ててみますのでお待ちください。よし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 。オッケーオッケー。はまりました。ボタンも良好。できたー。はい。組み立ても完了いたしました。ちょっと細かく描きすぎちゃった。もっとシンプルな背景にすればネイルシールも映えた気がします。反省。私の南国の夕焼けのイメージで制作しました。いかがでしょうか？夕焼けとか伝わるかな？こっちはネイルシールをいっぱい貼って、葉っぱとお花と鳥さんが入ってます。で、こっちはもう自分でアクリル絵の具で、海と海の向こうは山があって、で、こっち側にヤシの木があってっていう感じですね。伝わるかな？ちょっと絵心ないから伝わらないかもしれない。いやー、今回は難しかった。今度はもっと簡単なやつをやりたいと思います。またいつかカスタムケース作りやりたいと思っていますので楽しみにお待ちくださいませ。そして玉盛りチャレンジ大会なんですけど、時間が経過してしまったせいか X で検索できなくなってしまいました。私の方で写真を保存している方々の分は7月になりますがご紹介したいと思います。今月はスケジュールビチビチに入れすぎて難しいのでご了承くださいませ。それではオレンジトロピックスとホワイトグレーシアをイメージしたカスタムケース作りでございました。もしよかったら皆さんのカスタムケースも見せていただきたいので、ハッシュタグアイボンのたまごっち手芸部にて共有してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、またねー。